こんばんは。はるけです。今回はアタッカー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を新たに追加をして更新をしました。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。こちらが最新版のアタッカー選手たちのティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、前回と比べると RTTK のジェコだったりとか、あとは開拓者のマフレーズ、ここら辺の選手たちを少し、下げてます。で、追加した選手としては、新しく、来たウィンターワイルドカードアイコンのリケルメだったりとか、あとは TOTGS のタレミ、そしてツエク、ここら辺の選手、もうこの3名ですね、を新しく、追加をしました。まずはウィンターワイルドカードアイコンのリケルメですね。この選手 ST に変わったことで、シュートがね、上手くなったりとか、あとは55にもなったりしてますね。もちろんスキル逆足っていうのは本当に素晴らしいと思うんですけど、やっぱりペースがもうちょっと必要ですし、どうしても重さっていうのが、この人はある選手に、なります。で、結構、あまり理不尽さっていうのは、なくって、今週のプラスついてるんだけど、カーブ値が低かったりとかはしますね。1対1とかだったら決めれるんですけど、ただ、その1対1まで持っていくのが、ちょっと難しい選手には、なってしまいますね。自分でドリブルで行くっていうのもやっぱ重たいし、スキル5だけど、なんか呪いというか、遅い、選手にはなるので、結構ね、使いにくい選手に、なってしまってますね。でそして続いて TOTGS のタレミですね。この選手も全然悪くはないんですけど、理不尽さっていうのはあまり感じない選手。シュートしかないみたいな、感じになっていて、若干パスもね、全然出せるんですけど、もう理不尽なスピードとか、軽さっていうのはあまりなくって、どちらかというと、やっぱりその、なんか悪いとこだけが、どうしてもこう目立ってしまうような、そんな選手にはなりますね。あとはプレイスタイルに関しても、もうちょっといいのがついていたら、良かったのかなっていうふうには思いますね。でそして続いてはツイエクですね。この人もスキルが5で、っていうところは本当にいいと思います。で、ドリブルもね、ある程度、しやすい選手にはなりますし、パスも上手いっていうのは本当にいいと思うんですけど、なかなかね、使いどころっていうのがちょっと難しい選手にはなってしまいますね。ウイングだったらやっぱりペースがね、そこまで速くないので、他の選手でいいっていう風にはなりますし、キャム、トップ下みたいな部分で、使うとやっぱ逆足3とか、決定力ってところも、気には、なってきますし、CM、3CM の一角とかが、いいのかもしれないですけど、別にこう、強くじゃなくていいっていう風に思う方はほとんどかなと、いう風には思いますね。君も難しいので、わざわざこの人をね、使う必要性っていうのは、なくなって、しまいますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、前回からだと、ホイルンドかなを少し、下げました。あとはサネとかも下げてます。ここのダイナスティーズの選手たちを、下げてますね。でですね、新選手としては、ボニフェイス、TOTGS で来たボニフェイスだったりとか、あとはウィンターワールドカードアイコンのリネカー、そしてオーウェン、この3名ですね、前回から追加をしてます。まずはボニフェイスですね。この人に関してはやっぱりデカさっていう風なところがあって、決定力もある程度、あって、ドリブルは重たいんだけれどもスピードがあるという、そういう選手には、なりますね。ほんとこう使い方としてはハーランドとか、ルカクとか、そういう風な選手になります。空中戦もね、強い選手にはなるので、クロスゲーとかする方にとっても非常に値段が安くで買える選手かなという風に思います。ただ、やっぱり重たさ、すごい重たい選手にはなるので、結構こう密集したところでボールを持ってしまうと、ほぼ無理、刈り取られるっていう風な、選手にはなりますね。もちろんそのフィジカルの強さとか、そういう空中戦の理不尽さっていうのはあるんだけれども、総合的に見て、あまり使いやすい選手ではない、そういう、選手にはなってしまいますね。で、そして続いてはウィンターワイルドカードアイコンのリネカーですね。
この選手に関してはもちろん強化は、されて、ベースアイコンの時からね、全然使えるようにはなってるんですけれども、今のこの現環境ではそこまで、理不尽さが感じない、そういう選手になりますね。シュートの能力とか、もちろん冷静さ90っていうのはね、素晴らしいんですけど、ただ、やっぱり簡単にね、止められるシーンっていうのもあるし、まあなかなかこう、臭く入れ替わるっていうシーンっていうのもね、あまりない選手になりますね。まあ4-4とかももちろんね、いいんですけど、ただ、あまり強くは、ない選手になりますね。まあパスのところがもうちょっと上手かったりとか、またはドリブルのところ、もうなんか、軽そうなんですけど、あんまり軽くはないというか、やっぱ使いにくい、部分もあったりとかはするので、個人的にはまあ C かなという風なところですね。で、そして続いては、オーウェンですね。同じくウィンターワールドカードアイコンで、強化をされたんですけど、まあ、この選手、スキルが3っていう風な、ことですけど、テクニカルのプラスがついてるっていうこともあって、まあ、一応コントロールスプリント使えば、全然割といいっていう風な選手ですね。まあ、決定力は全然この人もね、高いし、スピードもある程度はあるんですけど、まあ、この人もあんまり強くは、ないですね。フィジカルもね、そこまで、やっぱり強くないし、簡単に負けてはしまう選手にはなるので、で、かつパスの部分ではスルーパスはまああんまり通らない、そんな選手にはなりますし、まあアイコンの選手で強化はされたんですけれども、まあ個人的にはあまりこうスタメンにも、この人入れるんだったら他の選手でいいっていう風な感じにはなりますね。で、そして続いては B ですね。B はですね、前回と比べると、サンダーストラックアイコンのフィーゴだったりとか、トリプルスレッドヒーローのコールだったりとか、ゴブ、そしてセンチュリオンズのキエーザ、ここら辺の選手をですね、下げました。で、新選手としては、ウィンターワールドカードのドクだったりとか、ウィンターワールドカードアイコンのバーンズ、そして SBC で来ました、ウィンターワイルドカードのマルティネッリ、この3名を新しく入れました。まあ、ドクに関しては非常に速い選手になりますね。もうザ・サイドアタッカーみたいな、選手になっていて、ドリブルが軽くってスピードも速いっていう選手になります。で、パスがね、うまいっていうのも結構良くって、クイックステップのプラスもついてるので、かなりね、強化はされたかなというふうには思いますね。ただまあ、シュートは入らなくてもしょうがないかなっていう風な感じで、逆足も3っていう風な、選手にはなるんで、もちろん状況によっては理不尽さっていうのは全然感じる選手も速さっていう、そんなところで置いていけはするんですけど、ただまあ全体的に1試合通して、見るとですね、まあ A にはいかないだけれども非常にこう強い、スタメンに入れる価値っていうのはある選手になってますね。で、そして続いてバーンズですね。ウィンターワールドカードアイコンのバーンズ、この人はテクニカルのプラスから、トリベラかなのプラスに、変わってますね、プレイスタイルが。で、能力的には、まあ全然悪くはないし、まあベースアイコンでもね、ある程度自分は使ったので、普通になんかちょっと思い入れがある選手になりますね。で、強化も、普通に強くはなってるし、フィジカルがね、意外と強いっていうのもいいのかなというふうに思います。ドリブルはね、まあ重たいって感じる人もいると思います。ただまあ全然扱えるよっていう人もいるっていう、それぐらいのね、使用感ですね。まあ、パスもうまいし、決定力もね、ある程度は、高い選手にはなるんで、全然、普通に今の現環境だったらスタメンに入れても、いいぐらいの力っていうのは持ってますね。で、あとアウトカーブのロングシュートっていうのも、たまには決めてくれたりは、するので、そういうところもいいポイントですね。で、そして続いて SBC で来ましたマルティネッリですね、ウィンターワイルド。まあ、この人、B っていうのはちょっとね、厳しいのかもしれないんですけど、本当にもう何十試合も使った中で、あんまり、こう、理不尽さっていうのは感じなかったですね。他の選手よりも。で、やっぱり、もちろんスキル5とか、まあ期待していただけに、やっぱりあまり強くは、なくって、ドリブルも軽いし、パスもね、ある程度出せるっていうのはいいんですけど、ただやっぱり、結構フィジカルが弱かったりとか、あとは冷静さの部分からなのか、シュートもね、意外と決めてくれなかったりとか、はしてたので、その中で、もちろん B ランクの、まあ、全然上の方ではあるんですけど、ただ A の選手と比べると、そこまで強くはなかったかなっていうふうに思いますね。どうしても60万の、選手にはなるので、まあちょっと個人的には、
ちょっと後悔かなっていう風な、そういう選手になりますね。で、そして続いては A ですね。A はですね、新しい選手、追加した選手が非常に多く、います。ウィンターワイルドカードアイコンのトーレス、そしてウィンターワイルドカードディバラ、そして SB してきました、ウィンターワイルドカードアイコンのデルピエロ、そして TOTGS のサカ、ラファエル・レオン、グリーズマン、ロドリゴ、そしてウィンターワイルドカードのハフィーニャ、そしてウィンターワイルドカードアイコンのドログバ、でそしてこちらも SBC で来ましたね、 TOTGS のハリー・ケインと、この選手たちを追加、しました。まずはですね、トーレスですね、ウィンターワイルドカードアイコンの選手、結構ね、強化をされました。もともとベースの時から今作はまだ使われている、方になっていた ST なんですけど、このね、ウィンターワイルドカードのアイコンになって、スキルが、5になりましたね。そしてクイックステップのプラスもついていて、かなりね、本当に強くなったなっていう印象を、持ちましたね。決定力も非常に高いし、ペースもね、速い選手にはなるんで、裏抜けした後のこう決めきる力っていうのもあります。で、パスも、まあ意外と視野がね、やっぱ高いっていうのもあって、スルーパスたまに通してくれたりとかは、しますね。ドリブル自体は結構人によるというか、好みが分かれる、ぐらい重たいって思う人も全然いるみたいな、感じなんですけれども、かなりね、強くなったなっていうのは、思いますね。十分に A ランクに相当する力っていうのは持ってます。で、そして続いてディバラですね。ディバラ。この選手もですね、普通に強いですし、ポトムをね、作っている方からすると、あまりこのカードを勝ってっていうほどのなんか違いはないんですけれども、ただ、十分強さっていうのはあります。軽いし、あとは、やっぱりパスもうまいし、シュートもね、打てるし、ペースもある程度あるっていう選手になるんで、本当にちょっとこう、グリーズマンっぽい、選手にはなりますね。で、逆足がやっぱり3から4に上がってっていうのも大きいですし、トリベラのプラスがついたっていうのも非常に、ここも大きいアップグレードかなというふうに思いますね。十分この人も強い。フィジカルのね、こう、弱さ以外は、もう全然今の現環境でも通用をするレベルになりますね。で、そして続いてはデルピエロですね。SBC で来ました。60万ぐらい、かかる選手なんですけれども、元々のスキル逆足っていうのは本当に素晴らしいと思いますし、キャムになったことによってパスがうまく、なりましたね。で、逆足も5なんで、本当両足からのパスっていうのをしっかり通してくれる、そういう選手にはなります。ドリブルに関しても全然軽いですし、スピード面もうちょっと欲しいなっていうのはあるんですけど、思った以上になんかあんまり遅さっていうのを感じなかったですね。で、シュートも普通に決めてはくれるんで、個人的には結構良かったかなっていうのは思いますね。普通になんか強さっていうのはありましたね。で、理不尽さっていうような部分で言っても、いろんな部分、パス面とシュート面で見せてはくれるので、割とデルピエロ好きな方だったら作ってもいいのかなっていうのは、思いましたね。ただ60は高いかなっていうのにも思います。で、そして続いてサカですね。TOTGS のサカ。この選手は、毒とか、とはまたちょっとタイプが違うんですけれども、総合力っていうのが素晴らしいですね。本当にいろんなことができるサイドアタッカーになります。守備もある程度できるし、ドリブルもめっちゃ軽いし、パスもね、サイドアタッカーとしては非常にうまいし、で、決定力に関してもある程度あって、スピードも普通にあるっていう選手になるんで、結構ありだなというふうに思いますね。で、そして続いてはレオンですね。ラファエル・レオン。この選手はどちらかというと毒タイプですね。本当に速さっていう風なところと、力強さがある選手になりますね。で、でかさもあるんで、やっぱりね、簡単に負けないですね。体を当てられても、負けずに運んでいく力っていうのがしっかりある選手になります。ドリブルに関しては、十分身長の高さ割には持てる選手で軽い方だと、思いますね。で、決定力に関してはもちろんね、上がりましたし、やっぱりその速さっていう風な部分で中に切り込んでいっても自分で決めきることができる選手にはなりましたので、非常に強いなという風に思いますね。で、そして続いてグリーズマンですね。TOTGS。こちらの選手に関しても非常に強くなったというか、もちろんもともとグリーズマン今作は強いんですけれども、この TOTGS になったことによって、テクニカルのプラスにもなりましたし、もちろん能力も高くはなってるので、当たり前に強いなというふうに思いますね。で、この人はやっぱりね、AI もよくって、勝手に守備をしてくれたりとか、なんかいいところにいたりとかはしますね。逆足さんなんですけど、
意外と逆足で決めきれたりとかができるようにも、なっているので、普通にね、この人も現環境では、トップクラスにはなるというふうに思いますね。ペースがもっと、多分今後の特殊では速くはなると思うんで、そうなっていったらもうかなり完璧になってくるなというふうに思いますね。で、そして続いてロドリゴですね。この人は速さがあって軽いし、あとはパスもある程度出せるしっていう選手になるんで、結構ね、ロドリゴ合う人は多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。デッドボールの、プラスフリーキックもね、最近蹴ってはいるので、そこでついて、フリーキックを、得点パターンとしている方にとってもいいのかなというふうには思いますね。シュートもある程度は決めきってはくれる選手にはなるので、ST の選手で多分強い選手がね、当たって、この人 ST にしたいっていう場合は、ロドリゴサイドで使ってもいいので、前線ある程度どこでもできるっていうのもいいところかなというふうには思いますね。普通にロドリゴも開拓者から強化されて、強くなったなというふうに思いますね。で、そして続いてハフィーニャですね。ハフィーニャ、ウィンターワールドカード。こういったですね、スキルが5になっていて、トリック差のプラスがついているということになっていますね。この人に関しても、やっぱりスピードの速さっていう風なところと、ドリブルの軽さっていうのはしっかりあって、パスもね、ある程度は出せるという、そういう選手にはなりますね。で、決定力も、ある程度はっていう風な、感じですね。結構ね、マルティネッリ、SBC の先ほどのマルティネッリと似てはいるんですけど、ハフィーニャの方が、なんかこっちの方が強いなというか、強いシーンを生み出してくれたなって感じることが多かったですね。結構ね、プレイスタイルもほぼほぼ同じみたいな感じで、能力もね、似てはいるんですけど、ハフィーニャの方がまだ、なんか良かったかなっていう風には使ってて、思いましたね。ハフィーニャはね、30万から35万ぐらいで、買えるんで、そうなってくると別にマルテンじゃなくていいんかなってよりなんかやっぱり思って、しまいましたね。結構ハフィーニャも金の時からね人気な選手で、使っては、いたので、それがそのままね強化されたっていう風な、感じですね。普通に強いです。で、そして、続いてはウィンターワールドカードアイコンのドログバですね。ドログバ。この人もですね、大幅に強化をされて、逆足が5に、なってます。クロスゲーをやる方にとっても、かつ地上戦で戦う方にとっても非常にいいカードかなというふうに思いますね。ドリブルの能力もちょっとは高くなって、若干は改善を、されてはいます。ただ重たいですけど、普通に重たい、選手にはなります。空中戦をね、こう、ちょっとでもね、使わないっていう方だったら、あまりドログバじゃなくていいのかもしれないですけれども、空中戦とかを交えて、時にはクロス上げたりとか、ロングボールを放ったりとかするっていう方にはドログバは非常にいいのかなというふうには思いますね。やっぱりエアリアのプラスついてますし、ジャンプもね、高いし、ヘディング精度もね、しっかりしている選手にはなるので、ルカクとか、あとはトゥラムとか、あとはモリエンテスとかもそうかな、そこら辺の選手の上位互換的な、選手にはなるので、結構おすすめですね。で、そして続いてはケインですね。TOTGS のハリー・ケイン。この選手は結構人には、よります。やっぱりドリブルもね、重たさっていうのはどうしてもあるし、スピードもめっちゃ速いっていうわけでは、ない選手にはなるんで、使い方が難しかったりするのかなっていうふうには思います。ただパスも上手いし、決定力もめっちゃ高いんで、全然スキル3とかドリブル重かったとしても、その逃げ道は全然ある。オプションとしていろんなものを持っているっていう総合力がこの人も高い選手になりますね。ただ、合わへん人はね、ほんまに合わないので、重たい選手が ST で、使っていて使用感良かったとか、っていう人は全然合うと思いますね。やっぱり軽い選手がいいっていう方向けでは、ないので、そこだけは注意かなというふうには思いますね。使える人だったら、この人バンバン点を取ってくれる力っていうのはあるので、作ってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、そして最後 S ですね。S はですね、新しい選手としては TOTGS のエンバペ、そしてウィンターワールドカードアイコンのペレ、そしてウィンターワールドカードのエンクンク、クリスティアーノ・ロナウドと、この4名を追加をしてます。まずはエンバペですね。もう何の言うこともないですね。もう化け物ですね。もう最強です。ポトム92、93ありますけれども、何もかも変わらんというか、もう相手に怖さを与えるだけの選手になりますね。金でもトップクラス、
もう一番強いメタカードかなというふうには思うので、もう何でもできますよ。本当にこの人。逆足でも全然決めれるし、速いし、止めれへんし、なんかバペの方に転がっていくし、なんか正面からバーン当たっても、こっちのディフェンスこけるし、だからそういうね、なんかやっぱ能力とは別の、なんか理不尽さというか力を持っている選手にはなるので、もう誰が使っても活躍をしてくれる、そういう選手にはなりますね。もう最強です。でそしてペレですね。ウィンターワールドカードアイコン。この人もね、もう何にもないよ。言うことがない。できすぎて。全てを兼ね備えている選手。で、この人、バペと同じく、プレイスタイルの部分でクイックステップのプラスが新しくついたんで、そういう風な部分でよりこう速さという風な、ところがブーストされるっていうのはいいのかなという風には思いますね。でもちろん能力はもう何でもできる選手にはなるんで、思った通りのことができるようになる、そういう力を持ってます。ここにパス通したいな、パスボタンを押したらペレなら通してくれるし、シュート決めたいな、こういったシュート打ったらシュート決めてくれるしっていう、そういう選手にはなるんで、かつスキル5もついてるんで、スキル使いたい方にとってもいいですし、ドリブル、別にスキル使わへんくても、L スティックでドリブルめちゃくちゃ細かい選手になるんで、非常に、強い選手になります。もう最強です。で、そして続いてはウィンターワイルドカードのエンクンクですね。この人は結構化けてると、思いますね。化けたカードになったなと思います。テクニカルのプラスを新しく備えて、逆足も3から4に、変わってます。でね、この人のいいところはちょっと守備もできるので、前線の選手がね、本当に揃ってるって方は 3CM の一角とかでもいいのかなっていう風には思います。シュートももちろん決めきることが、できますし、パスもうまいし、ドリブルもめっちゃ軽いし、ペースも普通にある選手にはなるんで、かなり使いやすく、本当この人も何でもできる、いろんなことができるっていう選手になるので、かなりね、強いなと思います。特に金のエンクンク、開幕使っていた方にとっては、現環境でエンクンク十分強くなってる、メタカードに、なったので、同じような感じでさらに強化されてって使えるんで、めちゃくちゃいいなというふうには思いますね。で、そして最後ですね、クリスタノ・ロナウドですね。この人に関してももう最強だなというふうに思います。スキル5、逆足4っていうのは本当に素晴らしいですし、ペースがね、87までいったっていうのもいいポイントかなと思います。全然速さっていうのはありますし、で、決定力は言わずもがなです。やっぱりロナウドに関しては冷静さもありながらシュート能力っていうのもエグいんで、ロナウドだからこそ決めきれたっていうシーンもやっぱり多く、ありますね。で、トリベラもついてるんで、状況に応じて、ロナウドが勝手に判断をして、アウトカーブの方がこれ決めれるなって思ったらアウトカーブ勝手にやってくれるんで、結構そういうところはね、自分金のロナウド使ってた時もやっぱあったんで、非常に本当なんか決定機を逃さない ST の、選手になるんで、得点に悩んでるって方は絶対この人は入れた方がいいという、そういう選手にはなりますね。で、フィジカルもやっぱり強いし、抜け出した後のスピードとそこのフィジカルも相まって、やっぱりこの人もガツンと当たられても負けないっていう力を持ってるので、マジで本当に ST の選手としては最高峰に、なったなというふうには思いますね。ドリブルが人によってやっぱり重たいって感じるのかもしれないですけど、個人的には十分扱えるような、選手にはなってるので、普通におすすめな、選手にはなりますね。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。